はいどうもこんにちは。今回は60センチ規格水槽をリセットして新たに石組みレイアウト水槽として立ち上げ直した記録をまとめてみました。リセット前の水槽がこちらです。リセットする心づもりでしばらくトリミングをしていなかったため大変むさ苦しい状況になってしまっております。またこちらは人生で初めて立ち上げた水槽だったこともあり、レイアウトを深く考えずにいろいろな素材を投入していた水槽でもありました。今後は比較的トリミング等の手間がかからない石組みレイアウトに変更することにしました。なお樹海化した結果、南沼エビが大繁殖したりブラックファントムテトラが自然繁殖したりしていました。リセットと立ち上げの流れは次の通りです。生態避難水槽の設置、レイアウト素材の取り出し、生態の避難、水槽の掃除、新レイアウトの立ち上げ、生態及び飼育水の復帰、子どもが保育園に行っている間に確保できた5時間以内に完了させる計画です。それではリセット開始。始め！今回は低床も含めてリセットするため、生態は別の水槽に一時的に退避させる必要があります。近くに設置した空の水槽に飼育水を移していきます。排水パイプを利用すればスマートに注水することができますね。まずは流木と石を取り出します。そして水草を取り出します。今回は一撃で取り出してみることにしました。水草と一緒に南沼エビのチエビなどの小さな生態も取り出してしまう可能性があるため、一旦バケツに移してから生態がいないかどうかを確認しつつ進めます。水位を減らしつつザックザックと魚たちとエビたちをすくって避難水槽に移動させていきます。数ヶ月前は5匹だけだった南沼エビが数十匹はいそうなことが分かりました。南沼エビのチエビをひたすらすくい続けました。最終的にはコツがつかめてきて一度に何匹もすくえるようになりますね。生態をすべて移動させたらプロホースで水を抜き、砂利スコップでソイルを出し、残り汁は超吸水タオルで回収しつつメラミンスポンジできれいにしていきます。いよいよ新しいレイアウトを立ち上げていきます。手持ちの石が少なかったので改めて風山石をチャームでポチリンコ、親石用に L サイズを1個、福石その他用にサイズミックスを10キロ買いました。届いた石から実現できそうな石組みレイアウトを考えます。レイアウトの参考になりそうなものをピンタレストで集めましたので、概要欄にボードのリンクを貼っておきますね。鉢底ネットを敷いてイニシャルスティックも振りかけつつ、プラチナソイルのパウダーを10リットルほど入れて石を置くだけです。水草はグロッソスティグマの組織培養カップを2カップ植栽しました。
避難水槽から飼育水を戻し、生態もすべて戻します。復帰の際はベアタンク状態の水槽から回収するため、楽にすくうことができます。最後に足し水したら作業完了です。リセット前との比較をしてみます。まるでアフロヘアを丸刈りにしたかのような超絶さっぱりカタルシスを感じることができました。それでは引き続き立ち上げ後の記録をご覧ください。